はい。今年のタミヤさんにぐんぐんお金を吸い取られまくっております。チャンヨカです。ということで今回はこちら、ポルシェ 911GT3R 992型。これまた私が待ちに待っていたマシンが発売されたので買ってきました。これはもう発表された瞬間からめっちゃ欲しくてですね、このシャーシはすでに持ってるけれども、どうしても欲しいっていう欲望が抑えきれずですね、購入を決めてたんですよね。991以降の911が大好きすぎてですね、結構実車の進化を追ってたんですけど、この992型の GT3R、2022年に発表されて、2023年からレースに投入されてる車ですね。ちなみに911って GT3 がつくモデルがたくさんあるんですけど、単純な GT3 とか GT3RS っていうのが一般公道も走れる市販車の上位グレードで、 GT3R というのは FIA-GT3 規格に沿ったレーシングカーになってます。日本でもスーパー GT とかに出てる車ですね。他にも GT3 カップっていうワンメイクレース用のベースモデルがあったり、 GT3RSR っていうさらに上位カテゴリーのレース車両もあったりします。ということで今回のこのモデルはその GT3 規格のレーシングカーにあたるモデルですね。で、シャーシの方はタミヤのロングセラー 4WD ツーリングカーシャーシであり、初めての RC カーにもぴったりな TT02 シャーシ。今回はなんだかこのマシンが RC カーファンを増やしてくれそうな気がしてるので、このシャーシを組み立てつつかっちょいい 992GT3R をご覧いただこう。では行くパカーン。出していこう。ドライブシャフトとペラシャ、ギアカバーとかモーターマウントとかバッテリーストッパーかな、ウイングとライトインナー、小袋類、ちょっと開けようかな。組み立て順に A、B、C、デフ、サーボセーバー、ボディ周りのパーツ、モーター、プラベアリングとメタル。でも今回はフルベアリングに変えていきます。スワンネックだ。かっけえ。ミラーもついてるね。ボディー超かっけえ。これ開ける？開けようかな。いやー、スーパーかっけえねこれ。ちゃんと塗り分けもされてる。いやー、これ超かっこいいぞ。お、ごっそり出てきた。これも開けてみよう。タイヤとホイール、ダンパーマウントやらデフカバーやらアップライトやら、バンパーのスポンジ、メインシャーシでアームやらボディマウントやら、あとはダンパーもここに入ってるね。こっちもさっきと同じだね。あとは説明書とボディステッカー。以上、こんな感じ。で、この TT02 は後々育てたいので、タップ切りながらやっていこうと思います。よくよく考えたら私、素の TT02 組むの初めてかもしれない。ということでありがたく。いただきます。TT02 を組み立てるときには、まず、ボディの説明書を見ます。すると、このボディのホイールベースは 251mm、ショートタイプですという風に書いてあるので、シャーシの説明書のここに書いてあるショートタイプ、これで組んでいきます。他にもハイポジションやワイドトレッドタイプとかもあるので、まずはボディの説明書を見てどのパターンで組むのかを確認しましょう。このキットの場合はショートタイプですとしか書いてないので、ホイールベースだけショート、車高とトレッドはスタンダードで組んでいきます。で、変更が必要な組み立てセクションに入ったところで、それぞれこんな感じで指示がありますので、そこだけは一度18ページに飛んで、ここの指示に従って組んでいきます。ということでまずはスパーギアの組み立てからやっていきましょう。TT02 はパーツがほとんど樹脂で切り取りが必要なので、ニッパーでなるべく丁寧に切って、完成後に予想外な引っかかりとかないように気をつけた方がいいかなと思います。
ではここまで来たので一度18ページに飛びます。このダンパー私作るの初めてかも。ダンパーっていうかスライドする何かだね。減衰はない。単純にはめ合わせでスライドする機構を作ってバネをつけてショックとして機能させてる、割と簡易的な感じ。でもオイルがない分組み立て面ではビギナーさんに優しい構造ですよね。じゃあ組んでいきましょうか。はい、ここで注意点。24番、ステアリングワイパーの組み立てなんですけど、このビスを締めすぎると、さっきパッチンした樹脂のボールが潰れて、この動きがすごく渋くなっちゃうので、プラプラーって動く程度で締めてあげてください。で、ここからこれをシャーシに取り付けていくんですけど、今回タップ切ってるので、先端がマシンスクリューになってるローフリクション段付きビス使っていきます。ということで、組んでいこう。はい、ここからサーボを乗っけていきます。使っていくサーボはいつものサボックス SC1251MG。そしてサーボセーバーはオプションパーツの TT02 ハイトルクサーボセーバーセットアルミホーン付きっていうですね、 TT02 用のハイトルクサーボセーバーがあるんですね。普通のハイトルクサーボセーバーにこれ用のアルミホーンが付いてるっていう、商品名通りのセットになっております。ということでこちらを使ってやっていこう。はい、こちらサーボセーバーのスプリングなんですけど、最近タミヤさんも組み方の動画公開してて、このスプリングが互い違いにこうって感じで組むとセンターがずれにくくなります。私はスプリングの間にも薄くグリスを塗ってサーボセーバーがきちんと中で動くように組んでますね。こういった組み方をしてからセンターが迷子になっちゃうみたいなトラブルが減ったなと思うので、こんな感じで組んでます。はい。ではこれでサーボにつけるものはつけたんですけども、サボックスのサーボのちょっと辛いところがですね、ここ配線がギチギチになるんですよね。ノーマルサーボステーだったら許容範囲ではあるものの、オプションのガチッとしたアルミのサーボステー使うと配線かなり無理しちゃうので、 TT02 に関しては配線の出口が裏蓋寄りのサーボを選んでいただくといいかなと思います。
いやーもうほとんどできてきましたね。でこのモーターカバーなんですけど、モーターが冷えにくくなっちゃうのでつけない方も結構多い印象なんですが、このダクトみたいな感じがすげーかっこよくて、私これ好きなんですよね。なのでつけます。よし、あとはメカとタイヤかな、やっていこう。いやーもうマジかっけえぞこれ。いやもうね、マジかっけえぞこれ。もうね、マジか。ということで久々の TT02 系で初めてスノ TT02 を組んでみたんですけど、よくできてますよね。本当に初めての組み立てにはもってこいの1台っていう印象。もちろんパーツの切り離しを丁寧にする必要があったり、ネジの締めすぎに注意な箇所はあるんですけども、使用する工具も少なくて細かい数値を測ったりする工程もないので、難しくなく組み立ても楽しめる感じ。確かにノーマルだとセッティング変更がほぼできないっていうのはありますが、その分豊富なオプションパーツがあってちょっとずつ変えていって車の変化を楽しめるマシンだなって改めて思いましたね。で今回の主役のこのボディなんですが、塗装済みなので余裕じゃろうって思ってたらステッカーが111枚。この見た目なんで少ないかなと思ってたら結構な数があって、なかなか張り応えがありましたね。このリップの部分とかちょっと難しいんですが、こういう感じの鋭利すぎないくらいで細い押さえつけられるものがあると楽かなと思いますね。かっこいい。なかなか時間がかかってしまったんですけど、貼り終えてボディが完成した時の満足感がやばい。マジかっこいい。なので作って楽しい、眺めてうっとり、そして走らせてってなるという RC カーの重要な要素の全てを見事に満たしてくれるマシンですね。ちなみに必要な工具はニッパーとこのドライバーとこのちょっとちっちゃめなドライバー、ラジオペンチとボディを切るためのハサミ、バリ取りやステッカーの細かい処理をするためのカッター、ピンセットやデカールバサミもあると便利かなという感じで、全体を通しても比較的少ない工具で済みました。とはいえ組み立てが苦手な方やメカ選びがちょっとっていう方にも朗報で、なんとこのマシン組み立て済みフルセットの XB でも出てます。そちらであればプロポ用の単三乾電池4本だけ別で揃えれば OK なので、ぜひですねこのマシンで RC カーを始めてみてはいかがでしょうか。もちろんすでに RC カーをやってる方々もですね、5月末にはこのボディのスペアボディセットが発売されるみたいなので、ショートホイールベースのマシンを1台用意してこちらコレクションに加えていただければなと思います。いやーマジかっけーなこれ。満足です。終わりー。